さてどうも皆さん、本日もお疲れ様です。時期的にやっぱりあったかい料理が食べたいと思うんですよ。というわけで今日はコテージパイを作っていきます。そうです、みんな大好きコテージパイ。はい、なんとなく聞いたことはあるけどそんなに馴染みのない料理ですよね。これ18世紀末から19世紀初頭あたりにできた料理って言われてます。イギリス料理です。材料はじゃがいも、あと牛肉があれば、あと細かいものを用意するぐらいでだいたい作れます。おいおい、コテージパイっていうぐらいだからパイ生地使うんじゃないかって思ったそこのあなた、鋭いです。僕もね思ったんですけど、これパイ生地は使わないんですよ。じゃがいもで持ってきます。なんでかっていうと理由がありまして、これ調べたんですけど、コテージっていうのは農民や労働者が住む小さな田舎の家、簡素な家っていう意味を指すらしく、コテージパイっていうのはつまり庶民の家庭料理で、レストラン料理ではなく家庭の台所から生まれた再利用料理なんです。ここ重要ですよね。再利用料理なんですよ。何を再利用したかというと、ローストビーフ。これはイギリス料理といえばっていう感じですよね。仕事が休みの日曜日にローストビーフを焼いて、じゃあそれ食べきれなくて余っちゃったよと。そんな時に牛肉を細かく刻んで煮込んでも美味しく食べれる。そして小麦粉やバターが今のように安くなかった。そんな中でじゃがいもが18世紀後半に普及して、これは痩せた土地でも育ちますし、保存も効く、そして腹持ちがいいということでパイ生地の代用として使われたらしいです。とそんな説もあるんですけど、普通に考えてマッシュポテトで蓋をするっていうのは非常に合理的ですし、ローストビーフを刻んで煮込んでグレービーソースのような仕上げにしたものですね。その上にじゃがいもで蓋をして、いい感じにじゃがいもが水分も吸ってくれますからね。表面をこんがり焼いて中はしっかりしっとり保温されて、ソースかける芋の完成形っていうのがもうここで出来上がってたと言っても過言じゃないでしょうね。だからパイ生地が使えなかったから芋にしたっていうよりも、そもそも芋の方が正解だったと言ってもいいですよね。いろいろとこの料理が生まれた背景だったり話しましたけど、何にせよね、余った残り物を再利用してこういった仕上がりになっていくっていうのはいいことですよね。いいこと。じゃあ実際の作業はということで、そっちに話を移そうと思うんですけど、まずマッシュポテトを作っていきます。バターをある程度ですねしっかりと入れて、口当たりのいい滑らかなマッシュポテトにします。なるべく芋を塩茹でしてる段階で塩味っていうのはしっかりと決めちゃいたいです。後から塩で調整してもいいんですけど、やっぱ塩の味が立っちゃうというか別々感が強くなっちゃうんで、できれば塩茹での段階で決めると。で、チーズもしっかりと振って旨味を足していきます。粉チーズで代用もちろんできますけどね、パルミジャーノレジャーノとかをその場で吸った方が香りも旨味も段違いかなと。でここで卵黄を加えます。マッシュポテト単体で食べるときには基本的に卵を加えることはないですが、今回みたいに焼くもの、蓋をしたりするものだったり、絞り袋で絞り出すとき、ポムドゥシェスとか言うんですけど、そういうときに卵を加えたりします。参考までに。でマッシュポテトできたので、次は牛肉ですね。牛肉はこれはひき肉と、あとちょっと食感楽しむために、カレー用の黒毛和牛とかスーパーにちょうどよく売ってたんで、今回はそれを使いました。半額ぐらいになってましたね。たまにありますよね。嬉しい。ひき肉だけで全然作れるんですけど、こういったちょっとした肉感がしっかりしたサイズあるとより良いですよね。しかも短時間で煮込むんで、和牛の方が比較的柔らかく仕上がるかなと。長時間だったらね、アメリカのものだったりオーストラリアのもので全然問題ないと思うんですけどね。さあ肉焼き上がったら一旦引き出して、香味野菜です。玉ねぎ、
人参、セロリ、煮込み料理の基本的な野菜ですよね。中火で焼き色はつけないで甘さを出していくようなイメージで炒めます。しんなりしたら煮込む用の鍋にどっちも移して、でトマトペースト加えてください。結構必須と言ってもいいんじゃないですかね。トマトペーストは赤ワインとか入れるパターンでもトマトペースト入れるし、入れないパターンでも、トマトペーストはあった方がいいです。で味わい深くするために赤ワインと、あとは、こういったね缶詰のフォンドボーがあれば最高ですね。フォンドボーあればね、もうすんごい美味しくなる。でもフォンドボーないよっていう方はチキンコンソメ、顆粒のものだったり、同じく顆粒のビーフコンソメでも大丈夫です。で液体がほぼなくなるぐらいまで煮詰めてしまって、ちょっとだけ砂糖で甘みを引き出し、黒胡椒でピリッと感を加えると、まずこの煮込みがね最高に美味しくできてないとダメなんで、味ちゃんと見ましょうね。よし。さあ、パーツは揃ったので、この後は組み立てていく作業です。ちょっとねおしゃれにやるために絞り袋用意したんですけど、当然なくて大丈夫です。これねやってると結構手間なので、綺麗にいい感じに仕上げて写真撮りたいっていうね、そういったモチベーションの方は、絞り袋を用意してもらっても大丈夫かなと。ホームパーティーぐらいだったらギリギリ絞り袋を使わなくていいんじゃないですか。そこはお任せします。で口金、星型の口金みたいなやつで、ぐるぐると巻いていきます。陣地を4つぐらいに分けて、それぞれの方向でちょっと向き変えて絞ってはいるんですけど、だいたい仕上がりはこんな感じになります。はい、それで、オーブンでいい感じに焼き色がついたら完成ですね。盛り付けはもうこのままいこうと思います。熱いうちに食べましょうか。召し上がりますか。おお、うまそう。表面のこの口金で尖ってる部分がカリッと焼けてて、コントラストができてうまそう。うまい。上のマッシュかなりポイントですね。それなりの量が必要だと思うんですよね。煮込みに負けないようなマッシュのこの滑らかな感じとチーズのうまみとか、そういうのがね全体をうまく整えてくれるんで、マッシュにやっぱ卵入れるっていうのもねまたいいっすね。ふわっと仕上がって、で表面の香ばしく焼けてるところはカリッとしてるっていう。いや下の味付けもいいっすね。やっぱフォンドボー使ってるから間違いない。これとねパンがあれば大満足ですね。これがコテージで食えるってなったら震えますね。ちょっとねゴロッとした肉入れてるから、それアクセントになっていいですね。ポテトいいな。でもそもそも余った状態で作るみたいな感じの方が、本来の形なのかなって思うんですけど、どうなんだろうな。要は煮込みとして食べたその付け合わせでマッシュポテトみたいな感じで、1日目食べて余っちゃったねってなったら、それの余りをベースにマッシュポテトにちょっとチーズとか卵とか入れてつないでオーブンでちょっと焼いて、少しだけ前日とは違うような形で食べるみたいなね。何してもうまい。ここ横にただ茹でただけのパスタとかポンって置いてあっても結構うまいと思うんですよね。あとはピラフとかもいいし、日本人だったらね白米で全然いいんだけど、これうまいわ。はい、というわけでコテージパイでした。このために材料を集めるのもいいですし、ローストビーフとか作って余った時にもぜひね参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。